市田ひろ子19歳、フリーランスのファッションモデルと、ファッションスタイリストをしてます。アディダスの高橋ひろ子という同じ名前のデザイナーの方がデザインした着物のこういうやつと、あとこれはヴィンテージのプラダのベストになってます。で、シューズは青にして、これはメゾンスペシャルのブーツになってます。でこれもメゾンスペシャルのこのロンググローブになってます。これは携帯の操作もできるので、今のこのご時世とかでなんかこう接触とかも抑えられるし、結構愛用してます。アウトフィットで外に出た時に自信を持てるかどうか、気持ちの面なんですけれども、なんか似合う似合わないとかいうよりかは、今日はこういう気分だなとか、今日は晴れてるから何々を着ようとか、そういう気持ちの部分を一番重視して、で1個アイテムを決めて、そこからこう足したりとかしてスタイリングは組んでますね。小さい時から母が結構可愛い服とかを買ってきてくれたりとかしてたのと、あとフィリピンに住んでた時にファッションデザイナーの特集番組みたいなのをやってて、そこでなんかふわーってなって、そっからなんか自分でデザインとか描くようになったりとか、もうなんか買い物に行った時とかはもう迷子になるレベルでもう服をこう見るような感じの幼少期だったので、多分なんかこう昔から基本服に触れてきた環境っていうのがなんか今になってるのかなと思います。渋谷のラドラウンジというセレクトショップですね。服のセレクトももちろんいいんですけれども、人がすごく素敵です。オーナーの方とか、オーナーの方はタトゥーもやられてる方なので、タトゥーを入れたい方はぜひ行ってみてください。大阪はですね、パレットアーカイブというオレンジストリートにあるセレクトショップと、アメ村にあるんですけども、アサギというヴィンテージのお店になってて、1階がメンズ、2階がレディースなんですけど、2階のレディースはもうすんごい可愛いので行ってみてください。使ってる財布はこの財布になります。これはおばあちゃんの形見ですね。ずっと前に亡くなったおばあちゃんが残したものなので、これをなんかこうずっと使ってます。なんか全然ハイブランドとかではないんですけども、かなりもう味も出てて、しかも使いやすいんですよね。だからもうこれを愛用してます。使ってる香水は2つあって、1つはベルサーチの香水なんですけれども、それはプレゼントしていただいたもので、大事な日とかには振っていきます。あともう1つはデイリーユースなのはやっぱりザラの香水ですね。もう価格もすごい安いので、ロールオンタイプがあるんですけども、持ち運びとかも結構便利なんで、こう手首にシュッシュってこう塗ってパッと気分もリフレッシュできるので、ベルサーチとザラを使ってます。スタイリストもモデルもフリーランスでやらせていただいてます。なんかアシスタントとかについてるわけでもなく、学校を卒業したわけでもないので、本当に独学の独自のもう独断と偏見でいろいろ動いてるんですけども、5月に大阪に引っ越して、来年あたりに東京に行こうかなと思ってますので、こう仕事をいただくのは人との出会いだったりとか、自分からインスタで DM 送ったりとか、今度雑誌の会社に企画書を持っていこうと思うんですけども、なんかこんな感じでなんか自分で動かないと仕事ないので、皆さん仕事くださいお願いします。
モデルの方は、高校生の時にサロンモデルを始めたことがきっかけで、それは今も続けてるっていう感じですね。でスタイリストの方は高校卒業してザラに就職したんですけれども、その際になんか VM とかやってる中でどんどん自分のやりたいことっていうのがバーって出てきて、その時にさっき言った師匠に出会ったんですけども、師匠と話してるうちに、あ、こういう仕事もあるんや、自分もできるんちゃうかなってなって、そのザラを退職して始めました。めちゃめちゃ変わりましたね。学生時代はやっぱりアルバイトをしながらっていうのがあって、金銭面とかもやっぱり社会人に比べると限られてると思うんですけども、なんで高校生とかの時はファストファッション、例えば H&M、ベルシカとか、もう今はないですけどフォーエバーとか、あとはもうザラで、もうザラがもうめっちゃ高いみたいな感じだったので、そういうファストファッションでたくさん服を買ってたんですけども、その仕事を始めてからはもっとなんか自分の力でいろんなお店に行けることになったので、今はハイブランドとかブランドとかで選んでるわけではなく、そのアイテムとか、そのブランドのコンセプトとか長く着れるかどうかっていうのをすごく重視して最近は買ってます。あとは撮影とかで使えそうな服とか見つけちゃうと買っちゃいますね。4月に買ったヘンリック・ビブスコフのベロアのドレスなんですけど、これはバスルームをなんかイメージしたドレスで、もう一個一個柄が違うんですけど、それがすごく印象に残ってます。それも4月5月とか合わせて多分20回ぐらいは着てると思います。今季もめっちゃ着ます。ブーツがめっちゃ好きなんですけど、もうシューズとかは結構たくさん買っちゃうんで、例えばもうめっちゃシンプルな服とかでも、なんか靴だけなんか全然なんか雰囲気とか違ったらイメージも変わりますし、あとは一番よく使うアイテムは下駄ですね。下駄はいい外しアイテムなので、それはすごく使ってます。2つあって、1つ目は022379バルフっていうパリで中国人のデザイナーがやってるブランドなんですけれども、2019年にできたもの、まだ最近のものになります。なんか YouTube 見てる時にパッと見かけて、すごく今は注目してます。2つ目は私の師匠がやってるブランドで、メルティザンというブランドなんですけども、このブランドはワニ革とかシルバーとか、あとはタイへのなんか支援活動とかも行ってて、もう本当にすごくいつも刺激をもらってるブランドです。で、なんか近々展示会とかもあるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。昨日これ染めたんですけど、杉並区にあるケンタタガっていうヘアスタイリストの方にやってもらいました。洋画を見ることです。最近見たのはドットジアイっていう洋画なんですけど、恋に落ちるんですけど、既婚者がだけど、それは実は仕組まれていたシナリオだったみたいな。でそのシナリオは既婚者の夫が監督していたみたいな。これもう頭が混乱するような気味悪い映画なんですけど、なんか最終的にはなんかみたいな感じなんで、よかったら見てみてください。自分で始めた女たちっていう海外のいろんなアーティストとかいろんな職業の女性にインタビューをしている、もうこんぐらいバッチリ本なんですけども、歌手だったりとかで、なんかいろんな名言が載ってて、たまになんか瞑想した時はだからそれ読んではっってなってます。片思いっていうなんかバンド、昔のバンドの2019年さよならみたいな歌で、2019年から2020年になる頃に作られた歌で、好きな歌詞が、さあ皆さんこの時代にいかがお過ごしでしょうかっていう歌詞があるんですけども、そこがめっちゃいいんで、よかったら聴いてください。マルチでもう活躍したいなと思ってまして、後に自分のブランドをプロデュースしようと思ってます。でそのブランドを通じて、お母さんがフィリピンなんですけれども、フィリピンの貧困地域とかの子どもとかにそういう支援する活動をしたいと思ってます。で将来的にはフィリピンでファッションショーを開くのが夢です。向こうの子どもたちは、学校に行けなかったりとか、世の中にどんな仕事があるかとかもわからないまま犯罪に手を犯したりとかするので、
で、自分もファッションで夢をもらったので、今度は自分がこうシェアする番かなと思ったので、そのファッションを通じてモデルやりたいとか、ファッションに興味持ってくれたりとかして次につながる、そういうサイクル、そういう活動がしたいなと思ってます。ラーメンです。インスタをフォローしてください。あと YouTube を始めようと思ってますので、よろしければ見てください。